偽りの代償のリセットプレイ、やっていきましょう。よろしくお願いします。前回までのあらすじ。キャラ作って装備を整えた。今回からダンジョンに足を踏み入れていきましょう。それでは早速パーティー編成。名前が略称になってるのはご容赦ください。ポートレート用意してキャラ作成して。よし、名前を変更して完成だって段階になって。ファイターキリタまでしか入らなかった時はどうしようかと思いました。ファミコンのゲームじゃないんですから、もっと文字数多くてもいいでしょ。さてそれはそれとして、まずは後ろに寄っていきましょう。ストーリー確認ですね。バックストーリーをざっくり説明すると、とんでもねえ最悪が起こるって信託があったけど、どうすればいいかわからん。そうだ、かつて魔軍を退けた英雄ゼルクに聞けば何かわかるんじゃねみたいな背景です。バックストーリーはパート0でも紹介してるので、そちらもご覧ください。これは直命である。英雄ゼルクは東国北西のネルコードにて、後進の指導に当たっておられる。かの地は僻地ゆえ、小旅の信託、民心の動揺、いずれも伝わってはおるまい。ゼルク殿に謁見し、王命を伝え、招聘せよ。くれぐれも、礼を失することのないように。じゃあ自分で行け。役人使わせりゃいいでしょそんなの。なんでそんな大事な死者の任を、どこの馬の骨とも知れない冒険者に託すんだ。せめて、役人使わせたけど、荒くれどもに追い返されたんで、みたいな言い訳ないんですかね。これはもう、ゲームの都合だし仕方ねえなぁと納得してあげるしかないですね。それでは出発。記念すべき第一歩。ネルコード、初心者向けチュートリアルと、本格的な冒険者体験の入り口。今後の冒険の一部において、注意が必要な仕組みも体験できます。そういえばチュートリアル用シナリオなんでしたね。注意が必要な仕組みって言うと、ダークゾーンとか回転床とか、隠し扉とかでしょうか。とにかく行ってみるとしましょう。というわけで、やってきました初ダンジョン。ふむふむ、見た目はこういうタイプね。上。大した被害は出ませんでしたが、初バトルが現実バトルじゃない普通の遭遇戦で、しかも不意打ちとは。なんか縁起悪いな。まあびっくりはしましたが、弱そうなので適当に殴れば勝てるでしょう。どう見てもただのネズミですし。チュートリアルシナリオなので、敵もそんなに強くないのではと考えてます。なおバトル用ポートレートもちゃんとご用意しております。4は、ザーコザーコ。ガチの雑魚にそれは効く。天井から吊り下げられた巨大な看板がある。オーク材のベースに、キラキラと輝く金属製の文字が埋め込まれており、それは次のように読み取れた。ゼルク塾。冒険者指南書。オーク村かと思ったらオーク材でした。オーク村ってなんだよ。いきなり目的地っぽいところに到着しましたが。ふむ、どうすればいいんでしょうね。HP 回復の泉、成長のために宿での熟睡を忘れずに。便利なものがあった。回復が楽そうで助かります。序盤は1しか回復しない魔法を連打するのが面倒なんですよね。MP 回復の泉。成長のために宿での熟睡を忘れずに。もう、MP 回復の泉まで。至れり尽くせりの待遇。なんというホワイト塾、これは入塾希望待ったなし。
そこは講義室のようだった。大きな黒板に描かれた図案や文字を背に、教壇に立って弁を振るう講師。講師の話に聞き入り、メモを取る受講生。一体、何を教えているのだろう？以上の物理的制限により、我々は迷宮内において最大6名までのグループを組むことができる。これを、パーティー、と呼称する。宴会とは関係ないぞ。最小の戦闘単位だ。軍隊では小隊、または分隊とも呼ぶな。パーティーのうち、前の3名を特に、前衛、後ろ3名を、後衛、と呼ぶ。基本的には、あくまで基本的にだが、前衛は、手にした武器で敵を直に攻撃。後衛は、魔法を使って前衛を援護。そういう役割を担うことになる。これを逆に言えば、前衛3名は、敵から直接攻撃される。後衛3名は、直接攻撃されることはない。と、表現することもできる。前衛に魔法使いを置くのは自殺行為だが、後衛に戦士を配置して高価な武器や鎧を与えるのも意味がない、ということだな。ただ、何事にも例外がある。武器には、射程というものがある。弓矢のようないわゆる飛び道具、または、槍のような柄の長い武器ならば、後衛から敵を直接攻撃することができるが、もし、敵が射程の長い武器を持てば、敵の攻撃が、後衛に届くことも当然ある。また、鳥やコウモリのように空を飛べたら、凄まじい巨人で、驚くほど腕が長ければ、こんな時も、後衛まで攻撃は届いてくる。怖いのは、直接攻撃だけではないぞ。敵だって魔法を使ってくるかもしれん。また、炎、氷、強酸のブレスを浴びせかけてくる化け物だっている。後衛だから安全だ、とは限らない。備えは常に怠らぬように。要は、比嘉の戦力をよく見極めること。自分たちの打撃力、使える呪文、敵の数、攻撃パターン、特殊能力。敵を知り、己を知れば、百戦危うからず。その第一歩が、前衛と後衛の効果的な配置というわけだ。思ったより初心者向けだった。特別新しい知見は得られませんでしたが、一つだけ気になることを言ってましたよ。強酸のブレスって。デフォルトシナリオの一つに、強酸ブレスのせいで地獄を見たやつがありましたね。このシナリオにも強酸ブレスが登場するのか、それともそのシナリオのそいつを指しての警告なのか。判断がつきませんで。でも、初心者用シナリオに出てきますかね。そんな凶悪なやつ。警戒だけはしておきましょう。また講義室っぽい。もしかして、今みたいな感じで、基礎知識の講義が続くやつですかこれ。そこは講義室のようだった。十数名の受講生を前に、講師は3名。白衣の講師、黒衣の講師、灰色の講師。一体、何を教えているのだろう？この世のすべては、3つのアライメントで表現されます。一つは善、あるいは利他、秩序。その逆に、悪、あるいは利己、混沌。そして、どちらにも属さぬ中立です。性格の話だった。パート0で、性格に関する独自見解のご考説されちゃったばかりなんですが、恥ずかしいので聞き流しましょう。性格による職業制限と編成制限、あと、性格を変える手段もあるよ、って内容でした。キャラ作ってパーティー組んだ後にそんなこと教えられても。そこは講義室のようだった。受講生の数は他の講義室と変わりないが、教壇に立つ講師はなんと8名もいる。一体、何を教えているのだろうか？8人なので、多分職業の話かな。すみません、ちょっといいですか？なんすか？これ、全部聞くんですか？めんどくせえなって思ってたところです。動画的にもきついので、すっ飛ばさせてもらいます。この講義は、職業特性についてのお話でした。どうもこのシナリオでは、センサムソートーマシと並べることを想定してるようなんですが、私は今の並びが好きなので、このままの隊列で行かせてもらいます。はい次。ここは装備品についての講義。性格や性別限定装備の存在も示唆してました。このシナリオにあるかないかは、明言はしてませんでしたけど、
あるといいですね。悪限定装備。あとは SP についての説明も。言い方からすると、このシナリオでは SP の内容は使ってみるまでわからないっぽい。怖すぎて使えねえよ。残りの講義の要約は次回以降に。このままじゃパート1何も進みそうになかったので、まず先を見ることにしました。ゼルク塾、基礎コース。修了試験会場。もう修了試験会場がある。いくつか講義受けただけなのに。もう卒業していいんですか？ちょろすぎませんかこの塾。大丈夫なんですか？本当に英雄ゼルクがやってる塾か？別人が語ってるだけの詐欺塾なのでは。そして、騙されていい加減な教育を受けた卒業生が意気揚々とダンジョンに潜って散っていくという。偽りの代償ってそういう？タイトル回収が早い。しかも代償払うのは騙された方。後味が悪すぎる。しかし、他に行けるところもなし。そういえばここに罠に。扉を開けようとして手をかけると、突如、けたたましい警報音が鳴り響く。何事かと驚いている君たちのもとへ、男が一人、血相を変えて駆け寄ってきた。おいお前、何やってんだ。そこから先はゼルク塾の塾生以外、侵入禁止だぞ。知ってるだろ。知らんわ。そんなルールは聞いたこともない。そもそもゼルク塾とは？言葉には出さなかったが、君たちの疑問は表情に出ていたようだ。目の前の男の顔つきが変わる。ははーん、さてはお前ら部外者だな。城から来た子役人か？でなきゃ、雇われ冒険者ってところだろ。どうかゼルク様にお目通りを、ってな。帰れ帰れ、うちは今、忙しいんだ。手が空いたらこっちから連絡するって、お前の上司か依頼人にそう言っとけ。取り付く島もないとはこのことだ。男は一方的にまくし立てると、こちらが何を言おうと聞く耳を持たず、東側の回廊の奥へと去っていった。なんだ、本当に荒くれに追い返されるんじゃないですか。それならそうと王様も言ってくれれば、突っ込み入れなかったのに。流れ的には、最初に見るべきイベントだったっぽいですね。結局、修了試験とやらを受けるしかないってことですね。仕方ない、今回はここまでにして帰りましょうか。帰還。たまたま通路線がなかったら、講義だけ受けて終わるパートになるところでした。似たようなもんですけどね。次回は、修了試験を受けるところからでしょうか。そもそも入塾した記憶もないんだけどな。ではまた次回。